ladies! 今回はパリ旅行第2弾。有名観光地やシャンパンの聖地に行ったり、美味しいものを食べたりと盛りだくさん。それでは、レッツゴー！ディズニービレッジのスタバで再度朝ごはん。母は食べてみたかったおにぎりみたいなピスタチオクロワッサンを。ピスタチオピラミッド、おにぎりみたい。そしてパリ市内にウーバーで45分ほどの移動。今回ホテルは主要駅モンパルナスから徒歩数分。リサーチした中でレビューがよく予約したこのホテル、実際にエレベーターが小さい以外は文句なし。スタッフさんもフレンドリーでした。ホテルの真横にあったのはアメリカにも進出しているドイツ系激安スーパーリロー。アメリカでも日本でも見たことのない商品がたくさん。特に乳製品、安くて多彩なチーズにびっくりでした。この日のプランはホテルから電車でランチの周辺に、お昼の後はエッフェル塔周辺を散策して凱旋門まで歩きます。ランチはローカルにも人気だというレストラン。チャーミングなお店ではフランスのボルジョワ料理を提供。一番有名なのがこの大きなスフレ。ふわふわで口の中でとろけていく食感はスフレ好きにはたまりません。メインはリヨンの郷土料理クネルやパイ料理、フェトチーニパスタなどを注文。デザートはミニスフレ3種。目の前でキャラメルをかけたりフランベをしてくれたり、スフレを堪能しました。ランチの後はのんびりエッフェル塔周辺を散策。映画や CM でよく見たことのあるエッフェル塔を実際に見るのは不思議な感じ。パリの街並みが塔を際立たせます。エッフェル塔の下を歩いてやってきた広場は、父が1969年に訪れたところ。時代を超えた記念写真です。そしてまだまだ歩いて凱旋門に。迫力があり歴史を感じる建造物でした。夕方はプライベートボートでセーヌ川に。ポートランド出身の家族がやりくるこのツアーはとても親切でフレンドリー。シャンパンやアルコール、お菓子のサプライズまで。特に気に入ったのがこのクルフカと呼ばれるミルクファッジ。日本では業務用スーパーで売られているとか。船のツアーは約1時間ちょっと。川から見るエッフェル塔やノートルダムはまた違う雰囲気。ガイドのお兄さんがさまざまな豆知識をくれました。とても優雅で贅沢なひとときを家族で過ごせて大満足でした。帰りはルーブル美術館の近くで下船して有名なピラミッドを見学。やはりお決まりのポーズです。夜はホテル近くの高級スーパーモノプリでデリを調達。新鮮食材から量り売りされているチーズの数々に興味津々でした。ホテル横にあるブランジェリーにて朝食。朝一なのに輝くように並べられたベーカリー。コーヒーと一緒にペーストリーを楽しみました。
この日はシャンパンの都エペルネに高速列車で向かいます。発車の20分ほど前にプラットフォーム番号が出たらみんなで急いで向かいます。車内はトイレもあり綺麗で予想以上に快適でした。街を散策する前に腹ごしらえ、かわいいカフェにてブランチメニューを。クロワッサンのアボカドトーストはすごく美味しかったです。エペルネはシャンペーニュ地方に位置し、大手シャンパン生産者がワイナリーを持っています。シャンパン通りを歩き始めていくと、最初は有名ドンペリことモエーシャンドン。他にも何軒ものワインセラーブティックが肩を並べてあるので目移りします。老舗のボアゼルで一杯をいただくことに。色が鮮やかなシャンパンで乾杯です。次に向かったのは老舗シャンパンセラーメルシエのワイナリーツアー。1889年に20万本分のシャンパンを作ったというオーダルドをお迎え。音声ガイドツアーは日本語もあるので嬉しいところ。地下30メートルにある18キロに及ぶ地下セラーにエレベーターで向かいます。その後はトラムに乗り、音声ガイドで生成方法を学びます。見学の後はお待ちかねのテイスティング。ソムリエさんが簡単な説明をしてくれてから試飲。白とロゼ、きめ細かい泡が口の中で滑らかに広がります。夜はホテル近くの人気ガレット屋さん。今回の旅行で食べてみたかった料理ナンバーワン。人生一おいしいガレットとクレープを頬張りました。フランスの定番朝食を試そうと近くのカフェでスタート。天気は良くないけれどお腹を満たして市内観光の開始です。この日は朝一にオペラ座の見学。ゴージャスで歴史の感じる建物に圧巻です。オペラ座の後は有名デパートギャラリー・ラファエット。最上階にある便利なお土産コーナーでショッピング。そしてステンドガラスの丸天井も漏れなくチェックしました。予定していたレストランは満員で入れず、とっさに入ってみた可愛いカフェでブランチ。お手頃価格でバゲットからアボカドトースト、デザートまで盛りだくさんでした。その後はノートルダムを外から見て、私が今回一番行ってみたかったシェイクスピア&カンパニーに、私が好きな映画のロケ地にもなった歴史のあるアメリカ人作家のために開いた本屋さん。ホテルに戻り、最後の買い物をモノプリで。みんなでワインをホテルで飲んで旅の思い出を語りました。最終日は早朝にみんなでエアポートに。母と姉に別れを告げて一人で静かなターミナルで待ちます。朝ごはんとランチは有名ベーカリーポールでフランとカップレーゼン。最後の最後までフランスの味を楽しみました。帰りのプレミアムプラスの料理は微妙な感じ。
8時間ちょっとのフライトを終えてアメリカに無事入国。あっという間の旅の終了です。それでは次回の Vlogでボンボヤッチ。